こんにちは、みなすです。以前投稿した奈良カフェ5選が思っていたよりも反響があったので、今回は奈良カフェ第2弾をお届けしたいと思います。また最後にはとっておきのお店も紹介しているので、ぜひ楽しんでみていただけたら嬉しいです。概要欄にお店の URL を貼っているので、思い出せるようにチャンネル登録しておくのも便利だと思います。それでは早速紹介していきます。最初に紹介するのは近鉄奈良駅から徒歩14分のところにあるサラサさんです。猿沢池の近くにあるお店なんですが、このお店では有機栽培のブレンドティーや奈良県産のお茶を楽しむことができます。店内は贅沢に使われた一枚板のカウンターと落ち着いた照明がマッチした和モダンな空間になっていました。静かで穏やかな雰囲気があったので、日常の喧騒を忘れゆっくりできると思います。ちなみに席はカウンターの6席のみなので、1人でも入りやすいお店でした。メニューに関しては煎茶や抹茶、そしてハーブティーなどのドリンクメニューとお茶を使用したマカロンなどがありました。全体的に一般的なカフェと比べると価格帯は少し高いんですが、目の前で抹茶を立てていただけるので、個人的に満足度は高かったです。お茶とスイーツを楽しむならだいたい1500円ぐらいあれば大丈夫だと思います。今回僕は抹茶を頼みました。抹茶を頼むと5つの器から好きな器を選んで入れていただけるんですが、僕のおすすめは抹茶の色がよく入る一番左の青い器です。ここで余談なんですが、実は大阪と京都にもお茶を立てて入れてもらえるお店があって、大阪は和道おもてなしカフェさん、京都は有限さんというお店です。どちらもアクセスがいいので、興味のある方は僕の動画の心斎橋カフェと河原町カフェで紹介しているので、よかったらチェックしてみてください。抹茶の味に関してなんですが、程よい苦味とどこか出汁にも似た旨味を感じる美味しい抹茶でした。次回行く機会があったら特選抹茶との味も比較してみたいです。皆さんもゆっくりとした時間をサラサさんで過ごしてください。続いて紹介するのは近鉄奈良駅から徒歩13分のところにあるボリクコーヒーさんです。店名のボリクはロシアの宇宙犬の名前だそうで、運よく生き残った強運にあやかってこの名前を付けたそうです。このお店はマトリョーシカをはじめとするロシア雑貨と自家焙煎コーヒーを楽しめる珍しいお店になっています。外観は一見すると一般的なお宅に見えるんですが、中に入るとそこには洗練された北欧テイストの空間が広がっていました。よく見てみるとテーブルによって異なる椅子を使っていたり、真鍮の照明で色合いに変化を持たせたりと、オーナーのこだわりがうかがえました。僕が今まで巡ってきたカフェの中でこういったおしゃれな北欧系のカフェが少なかったので、奈良のカフェ巡りをしてよかったなと思います。ちなみに店内で販売されているマトリョーシカは大きいものから小さいものまでたくさんあって、小さいものだと900円から買うことができるみたいです。最近は海外に行けないので、マトリョーシカで旅行気分を味わうのもいいかもしれません。メニューに関してはコーヒーや紅茶とケーキなどのお菓子を楽しむことができます。お店に行ったのがお昼を過ぎていて、ランチメニューはなかったんですが、お昼に行くとロシアの郷土料理ボルシチを食べることもできるそうです。今回僕はピスタチオとラズベリーのタルトとアールグレイを頼みました。合わせて1000円もしなかったので、気軽に足を運べるお店だと思います。ケーキの味に関してはピスタチオの生地の部分の甘さをラズベリーソースの甘酸っぱさが引き立てていて、とても美味しかったです。皆さんもぜひおしゃれな空間でコーヒーやロシア料理を楽しめるボリックコーヒーさんに行ってみてください。続いて紹介するのは近鉄奈良駅から徒歩8分のところにある鹿のお尻コーヒーです。このお店ではスペシャリティコーヒーとユニークなスイーツを楽しむことができます。店内はドライフラワーが飾られたガーリーな空間になっていて、お店の名前にある通り鹿がいろんなところにいるので、ぜひ探してみてください。お客さんの層に関してはやはり女性のお客さんが多いそうで、9割ぐらいは女性のお客さんだそうです。なので男性の方は誰かと一緒に行くとお店に入りやすいと思います。メニューに関してはコーヒーだけでなくクリームソーダのようなジュースもあったので、コーヒーが苦手な方といっても楽しめると思います。
このお店で僕が一番おすすめしたいメニューが鹿のお尻バニラアイスです。このデザートはバニラアイスの上に鹿のクッキーと麦チョコが乗っているとてもフォトジェニックなデザートになっています。かなり攻めたアイスで人によっては好き嫌いが分かれると思うんですが、個人的にはこういった変わった発想のメニューは面白いなと思います。ここで余談なんですが、動物のクッキーを載せているカフェってなんだか行ってみたくなりませんか？僕は今まで喫茶ゾウさんとメゾンキツネさんでゾウとキツネのクッキーは食べたことがあるんですが、他にも動物のクッキーを使っているカフェを知っている方がいれば教えていただけると嬉しいです。皆さんもフォトジェニックなスイーツと美味しいコーヒーを飲みに鹿のお尻コーヒーさんに行ってみてください。続いて紹介するのは近鉄奈良駅から徒歩6分のところにあるエニー B&B コーヒーさんです。このお店は1階がカフェに2階は1日1組限定のゲストハウスになっています。1階のカフェではオーストラリアのメルボルンでバリスタ経験があるご夫婦が入れた自家焙煎のコーヒーをいただくことができます。店内は壁に描かれた取り合う手が印象的なおしゃれな空間になっていました。席数は10席ほどでそんなに多くはないんですが、1人用の席が中心になっていたので1人でフラッと入りやすいお店だと思います。メニューに関してはコーヒーやお茶をはじめサンドイッチのような軽食もありました。そして珍しいのがヴィーガンの方向けにグラノーラやキャロットケーキなんかもあるみたいです。なのでアレルギーのある方にもおすすめです。今回僕はフィルターコーヒーを注文して豆はまろやかな酸味のルワンダを選びました。皆さんも酸味が好きとか苦味が好きなど自分の好みを伝えるとおすすめの豆を選んでくれると思います。ここで余談なんですが、このお店で使っている電気ケトルと僕の家で使っているものがなんと同じでした。山善さんの電気ケトルなんですが1度単位で温度調整ができるので自宅でコーヒーを入れる方にかなりおすすめです。というのもコーヒーの抽出温度の適温は80度から90度と言われていて、ティファールだと細かな温度調整ができないんですよね。いいところがたくさんありすぎてまだまだ語りたいんですが、動画の尺の都合でこの辺にしたいと思います。興味のある人は概要欄に URL を貼っておくのでチェックしてみてください。ルワンダのコーヒーの味に関しては想像以上に酸味がまろやかで角がなく、普段飲んでいる朝入りのコーヒーよりワンランク上の味がしました。一般的なコーヒーチェーンよりは550円とお値段しますが、皆さんも本当に美味しいコーヒーをエニー B&B さんで楽しんでみてください。最後に紹介するのは近鉄奈良駅から徒歩13分のところにある琥珀さんです。このお店は七福食堂さんの中にあるカフェなんですが、今回の動画の中で特におすすめしたいカフェになります。ただ1点注意点があって、お店に行く際には Google マップで七福食堂さんの方を検索してください。というのも琥珀さんで検索するとゲストハウスの方に行ってしまうためです。店内は白を基調としたシンプルな内装で木のぬくもりを感じる落ち着いた空間になっていました。前回紹介したみなもさんもそうだったんですが、奈良のカフェはシンプルでおしゃれなカフェが多いような気がします。メニューに関してはドリンクメニューとスイーツのメニューが中心で、お昼の時間だけ七福食堂さんで定食を食べることができるみたいです。琥珀さんに来たらぜひ頼んでいただきたいのがコーヒーです。琥珀さんでは自家焙煎したこだわりのコーヒーをいただけるんですが、特徴的なのが手引きで豆をひいているところです。僕も今までたくさんのカフェを巡りましたが、手引きでコーヒーをいただいたのは初めてでした。余談ですが、コーヒーを自宅で入れる方はわかると思うんですが、豆を手でひくと思ったより疲れるんですよね。なので僕も今では電動ミルしか使っていません。ただ琥珀さんでもお店が混んでいる時やアイスコーヒーなどの時は電動ミルを使っているそうなので、いつも手引きのコーヒーが飲めるとは限らないそうです。今回僕がいただいたのはエチオピアのコーヒーだったんですが、爽やかな酸味の美味しいコーヒーでした。なので苦いコーヒーが得意じゃない方にもおすすめです。琥
産のコーヒーは味ももちろん美味しいのですが、カウンターから手間暇かけて入れていただいているのを見ることができて、より一層美味しく感じることができました。皆さんもぜひ美味しいコーヒーを味わいに琥珀さんに行ってみてください。これで今回の紹介動画は終わりになります。気に入ったカフェが見つかった人はぜひ気軽にいいねやコメントいただけると嬉しいです。また関西のお出かけスポットを紹介しているチャンネルも概要欄に貼っておくので、ぜひ見てください。こちらでしか紹介してないカフェもたまにあります。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。